新品で買えるヴィンテージですね。 1001WX それも狙ってるっていう。もちろんそうです。忠実にはい完全に欲しいです。ありがとうございます珍しいんですけどヴィンテージで存在するんですね。そうなんですね。デッドストックブルーのこの色ですね。これはすごい。360日ぐらい履いた方がいいですね。そうですねクラクラします。なんかもうすごいディテールがすごくて여러분 안녕하십니까. 아기스타일 아기타입니다. 오늘도 일본 도쿄 굉장히 덥습니다. 그리고 햇빛도 뜨겁습니다. 햇빛도 뜨겁지만 오늘은 더 뜨거운 내용을 여러분께 보여드릴 수 있지 않나 기대감을 가지고 오늘 에비스로 나와 있습니다. 오늘 어디로 갈 거냐면요, 일본의 아메카지 브랜드나 복합 브랜드 뭐 여러분도 잘 아시다시피 굉장히 많습니다. 굉장히 많은데 그 중에서도 최고봉의 퀄리티와 완성도를 자랑하는 웨어하우스를 한번 가볼까 합니다. 에비스에 있는 웨어하우스 매장에 가가지고 과연 어떤 제품이 있고 어떤 웨어하우스만의 철학들이 녹아져 있는지 한번 샅샅이 파헤쳐 보도록 하겠습니다. それでは行ってみましょう。ということでお店の中に入ってまいりました。横にいらっしゃるのは浅井店長様でございます。よろしくお願いします。普段はあまり店長で言われることがないということで。そうですね。ちょっと言葉いいです。ちょっと言葉いいじゃあ浅井さんということで、はい、ちょっと今日はさせていただければと思います。ありがとうございます。ご存知でない方いらっしゃらないと思うんですけども、簡単にウェアハウスのちょっとご紹介をしていただければ。僕らもアメリカンヴィンテージの、ジーンズからお話しした方がいいのかな。もう、いわゆるリーバイスの、はい、そうですね、ヴィンテージと呼ばれるジーンズをひたすら研究して作ってる会社です。もう研究所みたいな感じになりますよね、もしかしたら。そうですねちょっと今日はたっぷり、もうぶっちゃけワンアイテム1編2編3編みたいな感じでちょっとやりたいんですけれども、はい、時間の関係上ですね、はい、ここをぐるっと回りながらたっぷり撮らせていただければと。ポイントで楽しみですよ。じゃあ行ってみましょう。そうね、やっぱ最初にデニム行かせていただいていいですか。やっぱり、やっぱりそうですよね。はい、はい、こちらでございます。僕大学1年生ぐらいからずっともう来させていただいてて、その当時そのまんまの雰囲気で残ってらっしゃって、良くも悪くも変わってない。いや、いいんじゃないですか。ありがとうございます。あの時思い出しますね、なんか。ああ、本当ですか。学校授業サボってきたこの思い出が蘇ってきます。センターに、はい、ウェアハウス、デッドストックブルーのレーベル、今売ってて、ちょっとあいにくダックディガーもちょっと今在庫ない状態。在庫ないんですね。そのレーベルが大きく分けて3つございますよね。そうですね。ウェアハウスのレーベル、ダックディガー、最近ここ数年で作ったデッドストックブルーと一番最高峰のレーベルですね。一応ダックディガーが在庫がないということで、はい、ウェアハウスとデッドストックブルーをちょっとじゃあお伺いしたいんですけど、ウェアハウスのじゃあここから。そうですね。まずはじゃあ品番これですね。1001WX、一番ウェアハウスの中でオーソドックスなスタンダードなモデルとして作ってるWXモデル。言ってしまえばもうリーバイスでいうと501的なもう代表定番モデルですよね。そうです。生地だったり縫製はもうほんとヴィンテージのそれを追求して忠実に作ってるんですけど、シルエットはこう、日本人だったりアジアの方にこう履きやすいように少しだけこう調整をして作ってるモデル。ただやっぱり501履いた時の501らしさっていうのはもちろん残しつつ履きやすく作ってるモデル。究極やっぱりその昔のデニムとかっていうのは結局アメリカ人体型に合わせられたものですよね、はっきり言ったら。そうですね、正直アメリカ生まれなんでですよね。そこをアジア人にも合うような形でちょっとウェアハウスさんなりの入れてるわけですね。履きやすくこう癖のないこんな501あったらいいなっていうような WX モデル。なるほど。パッチもこれが、はい、これは何レザーですか。鹿革なんですね。ギャルディアスキンでワンウォッシュがかかってるわけですね。これはそうですね。シルエットそうですね。もう王道のやや太めのストレートですね。はい。いやテンション上がるこれ。一発目から履いてみたいんですけど、ちょっと我慢して次。ミヤレ持ってきた方がいいですかね。あ、いいですか。ワンウォッシュ用意してるんです。ああ、すいません。こちらはデッドストックブルーの 1001WX で1947年モデル。1947年モデル。一番こうジーンズの歴史の中で完成形黄金時代と言われる年代のモデルを忠実に完全に何も修正せずヴィンテージそのままを再現して作ってるっていうモデルですね。要するにこちらのウェアハウスさんのレベルの方はちょっとこう解釈を入れてると言いますか。そうですね。ってことシルエですよね。ットだったりに少し調整を入れてますけど、これはあえてそういうのは全くせずにヴィンテージそのままの作りでだからシルエットで作ってます。これ正直新品で買えるヴィンテージですね。そうですね。デッドストック。本当にこれ本当デッドストックみたいですよ。こうやって普通にこうやって置いてたらデッドストック。は
ああそうなんですね。ちょっとでも型番は同じですね。そうなんです。でもこのデッドストックブルーはどこで見分ければいいですか？そうですね。非常にそこが皆様に言われて難しいところなんですけど、ここを見たら分かるっていうところが本当モデルによってなかなか難しいところなんですけど、モデルに各 1000WX、はい、こういうところ入れていたり、ああなるほどなるほど、ダックディガーもそうなんですけど、このはいステッチ、装飾のステッチはい入れていたり、なるほど、そういう違いなんですね。もしかしたらウェアハウスかと思って入ってたらデッドストックブルーだった可能性もありますね。もしかしてそうですね、人によってはそういう可能性もある。でもやっぱりちゃんとこうご説明させていただかないとそうですね。ぜひ難しいかもしれないです。お店に来られて説明をお伺いして、切られてもいいかもしれませんね。デッドストックブルーって、はい、ウェアハウスダックディガーと全てこう違うものを使ってるんですね。例えば革ラベル一つとっても違いますし、ボタンだったりとか、はい、これですね。はい、違うんですね。とダックディガーともまた違うボタンを使ってる。へえ、ほんまや。一応違いますね。数十年の経年で変化してこう、はい、黄色く変化してしまったような、もう鉄の質感がすごくあるようなボタン。デッドストックブルーはその名の通りだから本当にデッドで眠ってて、そうですね、時が経ってちょっと変色しちゃったみたいな感じの、はい、7080年のこう時間も再現できないよなっていうところから始まったレベルですよね。そこをされようとするその技術力とかそうですけど、その探求心っていいますか、その動力がすごいですよね。素晴らしいです。だからその色合いを出すために全部何ですか、酸化を、そうですね、酸化を促進させるようなこう物質みたいな、そういうのを組み込んでるので、やっぱり最初の状態だとそこまでこう違いは大きくは見えてこないんですけど、はい、吐き込んできて色落ちしてくると、それがこうより顕著に見えてくるというか、違いが感じてもらえるんじゃないかなと思います。デッドストックブルーがじゃあこれもうそのまま履いた方がいいですか、それともどちらの方がおすすめですか？やっぱりシュリンクトゥフィットとして、はい、縮んで体にフィットするっていうところはやっぱり501の良さだと思うので、僕らは一度洗いをかけてから履いてもらうのをおすすめして、デッドストックをこう下ろすような感覚で履いてもらえたらいいかなと思います。シルエットはじゃあもう本当にその当時の、ちょっとズドンっていう感じですね。やっぱりこのモデルよりは全体的にこう渡りの太さもありますし、太ももを裾にかけても一回り太い形ですね。なるほど。31年にしては結構大きく感じますね。そうですね、ちょっと大きめに作っていて、洗って縮んでウエストサイズになるように作ってます。ですのでおっしゃる通り31でも今の状態だと、32、33ぐらいありつつ縮んでこのサイズに、表記のサイズになります。直営店だとできるだけ洗いかけたワンウォッシュのものも用意しているので、ワンウォッシュを履いてもらって、ワンウォッシュをそのままご購入される方もいらっしゃいますし、ワンウォッシュでサイズ合わせて在庫があったらこうノンウォッシュの見洗いをっていう方も多いですよ。この洗いかかってることありますか？あります。いいですか？はい、洗われた後も見てみたいです。こちらなんですね。色が変わりましたね。そうですね、色合いと生地の凹凸感と革ラベルもやっぱり少しこう縮みが出るので、こんなに変わるもんなんですね。そうですね、やっぱりこの変化の仕方も楽しんでもらいたいなっていうのもあるので、やっぱりノンウォッシュも展開してます。本当だ。でもどっちみち最初にもう洗った方がいいんでしたらこっちで購入されてもいいかもしれないですね。もうそうですね、そういう方も非常に多いです。ですよね、言ってしまえば。で洗われる時はどうすればいいですか？普通に裏返しちゃって。そうですね、裏返してもらってボタンを止めてもらって、もちろん洗濯機でもいいですし、つけ置き洗い、手洗いでももちろん同じようにちゃんと縮むので、水洗いで問題ございません。いやー、これかっこいいですね。で僕はちょっとリジットで履いて、リジットのまま履くとちょっときつく強く出ませんか？強く出るんですけれど、そうすると、いつか洗うっていう前提になってしまうと、最初大きいサイズを買わなければいけないと思うんですね。そうすると最初の状態ちょっと大きいのでひげの入り方がぴったりなサイズとはまた違う入り方をしてしまったり、そこら辺もあるんですね。中には生で履かれる方もいらっしゃるんですけど、そういう方はもうおすすめはしないですけど、もういつもより下のサイズを買ってノンウォッシュでぴったりしたサイズ、そうするとやっぱりひげもしっかり入るんですけれど、もう洗ってしまったらちっちゃくなって履けないので、もう洗わないぐらいの角度でずっとひたすら履くっていう方もごく少数ですけどいらっしゃいます。それはすごい、またオタクな世界ですよ。それは正直日本の気候にはあまり合ってない履き方だと思うので。なるほどなるほど。欧米の方とかだったらまたいいかもしれないですね。でいつか洗うっていう前提だったら軽くでもいいので最初にやっぱり洗ってもらった方がいいと思います。
あとやっぱりねじれですよね。ねじれ。はいもう一回洗うだけでねじれがきますか？そうですね。縮みとねじれと、ねじれに関して言いますと、はい、こっちにねじられるんですね。そうですね。こういう方向なんで、この左足のセルビッチの部分がちょっとこう前に近づいてくる。なるほど。これ折り方によって違うってことですか？それとも。そうですね。いわゆる右あや左あやっていう折り方で、はい。この WX モデルやっぱり基本右あやなので、こういうねじれの仕方で左あやのまあ B を代表するようなはい。生地であれば逆に逆に。リーバイスは当時は右で、そうです B は左だったんですね。はい。なるほど。それを忠実にはい。出てきてますということですね。いやー素晴らしい。これだけで本当に正直本当3部作ぐらい作れちゃうんですけども、ゴッドファーザーぐらい取れますよねこれだけで。ありがとうございます。その冗談抜きで、はい今これ1001、はいダブル X 見ましたけど、1001じゃないこの数字が800、900、はい900、800ありますよね。800、900。はい。そちらもちょっとお伺いしはい。ますか。はい。ウェアハウスですか？ウェアハウスですか？ウェアハウス。ウェアハウス。たまにはいウェアハウスっていらっしゃるいますよね。そうですね。羽田か羽田みたいな違いで。まあそこはどっちでもどっちでも大丈夫です。わかりました。結構これどっちかなって昨日夜考えながら寝たんですけど、今先ほど 1001WX の別に今度は 900WX、800WX という、はい。型番がございまして、この違いはどういった感じになりますか？そうですね。じゃあまず800からはい、まずいきましょうか。 800から。まずシルエットと生地を、まあ 1001WX と比べるとまあかなり違いが感じてもらえると思うんですけれど、はい。 800はもうヴィンテージのディティール生地感作りつつ、もうシルエットはもう800も900も完全にオリジナルのシルエットで作ってます。そうなんですね。はい。ちょっとすっきりめのノーテーパードのストレート。ちょっと細めってことですか？若干細いです。た若だテーパード入ってないので、はい裾幅だけで言ったらそんなに細くは感じないと思うんですけど、ただそうですね。腰回りのフィット感は結構もたつきをなくしてるのでああ、なるほど。細く感じるんじゃないかなと思います。で生地もかなり 14.5 オンスのヘビーオンスの生地を使ってるので履き応えがあるというか、上つきざらつきはすごく強く感じてもらえる生地ですね。1001は 13.5 です。そうです。 13.5オンス。本当1オンスの違いは結構感じると思います。僕も触ってみて、あ、違うと思いましたよ。で、ちょっとこのネップ感っていかそうですね。ネップ感のあるようなざらつきとネップのある生地ですね。これはガンガン履きたい感じのそうですね。厚みですね。で厚みがある分やっぱりすごく癖も残してくれるはい生地なので、結構こう濃淡のある色落ちにはすごくしやすいなってくれる生地ですね。これもうお塩かかってますよね。これワンウォッシュの状ワンウォッシ態です。ュの状態ですね。はいこれで年代は何年代をモチーフででもにしてるのか1000インチに近いやっぱり50年代のディティールのイメージですので、こういわゆるこう隠しシルベットの出た。つく年代ですね。この隠しリベットがつく年代のをモチーフにされてるってことですね。はあ。でこれが 800WX。 800WX。ではい次 900WX の方に。 900WX は生地は1000インチと同じ 13.5 オンスの生地を使っていて、はい。でシルエットも本当に大人が履けるスリムストレートっていうような、またがりもしっかり浅めにしてはい。裾幅もギュッとこう細くテーパードをかけてる形ですね。本当結構細み、見えますね。800より細いってことですね。 800より細いですね。細いですね。はい。ちょっと切れ目なジャケットと合わせる感じ。そうですね。もいいですよそういう風に合わせてくれてる方もいらっしゃいますね。ただやっぱこれ以上細くしてしまうとちょっとこうアメカジと少し離れてしまうので、ですよね。アメカジの範囲で履けるスリムストレート。なるほど。こんな感じで見ていただけたらって感じです。で、1000インチはもっとこれよりもちょっと太い感じですよ。そうですね。こう順番に細くなっていくような形ですね。こういう説明をちょっとお伺いしますと、聞いちゃいますと全種類欲しくなってしまいますね。本当に800、900、1000インチと順番に順番にやってもらえれば。はい。最初はやっぱ定番の1000インチから入られる方多いと思うんですよ。 1000インチ探してる方はやっぱり多いですね。ただやっぱり日本だとデッドストックブルーのレーベルははい本当にすごく発表してから評判いいので、初めの一本をデッドストックブルーっていう方も非常に多いです。ぶっちゃけ僕もちょっとお話をお伺いしながら、わデッドストックブルーめっちゃいいなと思ってちょっと今、説明聞いてたんですけど2割方デッドストックブルーに言ってましたがありがとうございます。でもデッドストックブルーをこう何本か履いてくれてる方でも、やっぱり1000インチもう一回履きたいなって言って1000インチにこうまた戻って履いてくれる方もいらっしゃいます。ぶっちゃけもうウェアハウスさんはもう無限ループですよね。もう履き込んで色がちょっと薄くなったらちょっと濃いの欲しいな、でまたこうそうですね。ちょっと細いの欲しいな、はい。で今度800、900言われて待ってぐる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 回られてやっぱりモデル数が多いので、それぞれによってこうシルエットだったり生地だったり、はいディティールがすごく違いがあるのが多いので、やっぱりこう一つ色落ちして
良かったなって思ってくれた方は、じゃあちょっと違うまたこういうモデルこういうモデルって言って探しに来てくれる方は多いですね。ですよね。でしかもこの本当に当時のディテールとか、まあ、ウェアハウスさんなりのこの追求されてるこだわりが本当にこう詰まってるので、それをやっぱ楽しみたいという気持ちになりますよね。素晴らしいです。しかもお値段もデッドストックブルーも3万5千円ぐらいですね。そうですね。僕5万超えるかと思ったんですけど、本当ですか。お安い。ちょっとですね、ホームショッピングになっちゃってみてもあれですけどしかもウェアハウスさんはですね、すごいのがここまでまあもう人気で買いたい方いらっしゃるんですけども、こだわって作ってらっしゃるので、数をバッと作られて儲けのために何かいっぱい作るとかそういうことはされないという、この哲学がかっこいいです。本当はもっとたくさん作りたいですけど、来てくれる方にね、本当にいつも在庫がない状態がすごく申し訳ないので、ただやっぱり同じクオリティのものをずっと作っていくにあたっては、なかなかこれ以上の生産は難しいので。これがすごいですよ。来年30周年ってことですよ。そうですね。これからももう100年単位で言っていただければかけながら応援しております。エンディングみたいになっちゃったのでまだ終わらないんですけど、はいはい、いいですか。なんでこちらですね、ドゥニームという、これデニームじゃなくてドゥニームって発音です。そうなんです。ドゥニームドゥニームというブランドですけど、はい、もともとウェアハウスが創業する以前から、はい、実際日本では人気だったブランドで、1988年創業した、もう本当僕らの大先輩の会社なんですけれど、はい、ちょっと縁があってもううちで製造販売はいすることになりましたので、もう企画生産すべて、はい、もうウェアハウスの、まあ、一ブランドとしてウェアハウスと同じぐらい力を入れて作ってます。でその代表とする2つのモデル、いわゆる50年代の WX モデルと、はい、220ですね、220版ですね、224と言われる、はい、66モデル、はい、66モデル、はい、70そうですね、70年代、この2つのモデルが、まあ、一番、まあ、人気というか、まあ、代表作として作ってます。66というとシルエット的にはちょっと余裕がある感じでしたよね、確か。そうですね、渡りは比較的、まあ、少しあるんですけど、全体的に、まあ、ちょっとテーパードの入ったすっきりめのストレートですね、はい、結構この66のシルト好きな方多いですよね、はい、そうですね、履きやすいみたいな。66っていう66もう名前がもうやっぱり WX と同じように、そうですよね、結構人気な名前ですね。なんかちょっとややこしいのは66なので66年かなと思っちゃうんですけど、そうですもんね、はい、そうですね、実際作られてたのは70年代70年代ですよね。これもなんかもう本当、はい、なんか昔の工場眠ってたようなデッドみたいな感じですよ。テールとしてはどういった特徴が。そうですね、 WX モデルなので、はい、わ出た、まあ、オフセットされたベルトループ、まあ、こういう特徴的な、すごく隠しリベットを避けるためにすごく避けて塗っていた当時のこれだったりとか、隠しリベットを逃げてこうなってるんですね。そうなんです。ミシンの針が当たって折れてしまわないように避けて縫製していた。要するにここの裏にございますこのリベットですね、はい、これに当たらないようにグッと下げた。はあ。あとこれオフセット、本当単純にここの縫い目、はい、巻きの部分にやっぱり缶抜きをするといろいろ諸説あるんですけれど、はい、まあ縫いにくいだったりとか、はい、まあ、大量生産するにあたって避けて一枚生地のところに缶抜きをする方が効率的じゃないかっていうところから生まれたディティールですね。なんかアメリカっぽいですよね、これのそうですね、ここ曲げるんだみたいな合理的な曲げればいいっていう合理的で強引な感じがアメリカっぽいですよね、こういうの。股上結構そうですね、WX モデルのやっぱり股上の深さもあって渡りもしっかりあって、はい、全体的に太めのストレートですね。なるほど。これもやっぱりあれですか、一回やっぱ最初は洗った方がいいですか。そうですね、これもしっかり縮むので洗ってもらって、音数かなりヘビー音数で硬さもある生地なので、インディゴの濃さもしっかりあるんで、色落ちは最初の頃は少しゆっくりなんですけど、はい、履き込んで色落ちしていくとすごく濃淡のあるワイルドなメリハリのある色落ちは期待できる生地ですね。育てたいですね。これも何オンスですか。 15.5。 わ、一番厚い。色落ちしたのもいいですか、ご紹介しましょう。これバキバキに出ますね。デニムの WX モデルですね。これかっこいい。これもう販売されてるんですか。これは色落ちのサンプルとして。サンプル、これ欲しいですねこれすごい、こんな出るんですね、激しく。後ろもこれはかっこいいわ。これ本当になんかヴィンテージのそのアーカイブ本に出てきそうな
このヒゲのそうですね、しっかりやっぱ癖も残してくれますし、こう落ちないところと落ちたところのこう濃淡の差はすごくしっかりすごいですね。出てくれますね。なんか稲妻が渦めく空みたいな感じですそうですね。ゴロロロロっつって竜が登ってきたのかっこいい。これがこうなります、はい、ワンウォッシュから履き始めて、約1年ぐらい1年もうひたすら履いていたらこうなります360日ぐらい履いた方がいいですそうですね5日は休めてくださいね、ちょっと、はいこれを見ると履きたくなります本当に。へえ、こんな変わるんすか。はあ、面やっぱ白い。りここがこうデニムの面白いところ、いいところですよね。生地感もちょっと柔らかくなる感じそうですか。ですね。でもやっぱりすごくもともとコシのある生地なので、ここまで色落ちしてもしっかりこうコシは残る腰はの生地ですね。チェーンステッチも、直営店はもう全店に、はい古いいわゆるユニオンスペシャル、ユニオンスペシャル裾上げのミシン置いてますんで、同じ糸も用意してますし、こういう風に同じように裾上げできるので。なるほどなるほどこれは。やっぱりチェーンにしたい方多いですからね。そうですね。なので裾上げもこだわってお渡ししたい。そうですよね。いや、これ見て好きな人は飾ってるんでしょうね、家にこうやって。そうですね。ここまで来たらこう家に飾って、じゃあ眺めながら次の一本次で一本にしようかなっていう方は多いと思います。これ見ながら飲んで言うてこれかっこいいっすわ。本当にかっこいい。220番ですね。これ見てください、この色の感じ。すごいですよこれ。防縮加工もかけてないですし、もうコーティングも本当にしてないような革なので、乾燥機だったりとか洗濯でもギュッとやっぱり縮んできます。乾燥機かけていいですか。もちろんかけても問題ございません。あただやっぱりかけると通常のお洗濯より縮みはしっかり出るので、なるほど。もう少し考慮した上でサイズ選びはしてもらった方がいいですね。これでもそのままでなんかちょっと立ちそうですね、こうやって。そうですね。ワンモッシュしてもらったら立つと思います。ですよね。それぐらいの厚みがございますよこれ。これがドゥニームの、ワンモッシュのはい、ブラックデニム。ブラックデニムですね。はい。これは224番でございます。224。先ほどの66モデルの形をベースにして、はい。生地をブラックデニムにして、縫製の糸をオレンジではなくベージュの糸でああ。縫製してます。なるほど。わざと変えてらっしゃるってことですね。そうですね。ベージュの。ストレートは66なので、はいちょっとすっきりめのストレートですね。これもあれですか、やっぱりちゃんとガッと出ますか。しっかり色落ちするブラックデニムなので、縦落ちだったりとかヒゲの入り方も同じようにしてくれるブラックデニムですね。ちょっとあ、これですか。はいあ、ちょっと、はいおかしいですか、見させていただいて。こちら今どれくらい測りましたか。ごめんなさい、まだほんのちょっとまだほんのちょっと。まだ作ったばっかりなんですよ。あ、そうなんですね。はい、新作としてこの間そうやっと出来上がったので、はい。まだ本当数週間。ブラックデニムがやっぱり人気ですからね。そうですね、ここ数年やっぱり探してる方すごく増えたので、はいあと満を持して生産したようなモデルですね。いやー、ドゥニーム、ちょっとこれ熱いですね。ありがとうございます。熱々。紹介してなかったはい対戦、デッドスブルーの対戦モデル。おっと、これデッドストックブルーのはい、品番でいうと品番 S1000WX、 S1000WX。通称ははい対戦モデル。対戦モデルですねで。すこれは今在庫か。今は切らしてしまってます。ただ継続で作ってるいわゆる定番モデルなので、はい年に1回2回タイミングによってお正月みたいいですね。人気なんでしょうね。これまた。 47だってこう66みたいな感じで、やっぱり名前としてすごく有名ですし人気がある年代ですね。対戦モデルというと何年代ぐらいですか。何年から何年ぐらいになりますか。そうですね、もういわゆる第二次世界大戦中なので、はい42年、43年、44年、45年あたりをこう通称として呼んでて、対戦のこう初期モデル、はい後期モデルだったりありますけれど、はいまあこれはあえてもう何年モデルとは歌ってなく、はい対戦モデルとして作ってます。やっぱり特徴なのが、はいまあ、生地、対戦用の生地対戦と生地本当ヴィンテージの対戦の生地を、そこから再現して作ってみました。糸から作られてるというお伺いしたんですか。もちろんそうですね。はい、いややっぱり大戦の頃ってそれ以前それ以降の生地に比べると、はいやややっぱり厚いんですね。あ、そうなんですね。見てみたらやっぱりヴィンテージのもややこう縦糸横糸ともに少し太さがあるんですね。やっぱり単純に糸が太いと作り上げた生地も、厚くなる傾向があるので、単純にオンスもやっぱり14オンスで、はい。さっきのデッドストックウールだったり 1001WX に比べるとオンスは少し高い。少し高い。なんで対戦中太いんですかね。それも諸説あるんですけど、はい。まあいろいろ制限が入って武士統制が。武士統制はいでリベットが
つけられなくなってしまう。ここないですもんね。はい。そういう統制がある中で、ただ生地だけはプライドを持ってちょっと厚くしたっていう説が今のところはすごく有力。その説って行きたいですね。かっこいいですよ。そうですね。物資統制の中でいろいろはぶられたけど、生地だけはだけはちょっとこう厚くしようか。ちょっと国に歯向かったんですね。そうですね。そうなんですね。面白い。その時のちょっと厚めな太めな感じを再現されてるわけですね。そうですね。お話してたリベットが、コインポケットのリベットは売ってないですね。これも要するに当時は武士統制なので省略されちゃったってことですよね。そうですね。もう使われるのはもう全部でいくつまでっていう制限がかかってしまったので、はここをもうやむなく廃止。い。この時代はもうサスペンダーボタンはないんですっけ？そうです。この時代はもそうですねう削除されてますね。削除されてでバックのここにストラップがあったんですけれど、対戦の時にもうそれも一緒に削除されてしまって、これまたちょっと色抜けてる感じですけど。そうなんです。通称ピンクタブだったりとか、はい退色タブって呼んでるタブなんですけど、対戦の頃と対戦後はいに本当限られた年代でこういう洗濯とかはい。履き込んで色が飛んでしまったものじゃなく、濃紺の状態なのに赤タブの色が飛んでピンクになってしまってるっていう個体が珍しいんですけど、ヴィンテージで存在するんですね。そうなんですね。そのタブを再現したくて、ピンク色の絶妙に色が少し残ってるようなタブっていうのを作りました。でこのタブはデッドストックブルーの、それぞれの年代に合ったモデルはい。につけてます。すごいですよ。この探求心が山内さんのこの底力パワーでございます。あとは対戦モデルならではの、オールイエローステッチ。あ、オールイエローステッチ。黄色とオレンジの2色使いではなく、もう全部が黄色いステッチっていうところ。なるほど。ですね。当時のじゃあ最前中も黄色なんですね。そうですね。黄色のステッチが多いですね。いやー、このデッドストックブルーの対戦モデル S1000 S1000。ダブル X、はい。これ欲しいです。ありがとうございます。タイミング合えばタイミングぜひ色落ちもそうですね。あ、よければぜひぜひ、はい。これがこうなるんです。これどれくらい働いたんですか？これも大体1年ぐらいですね。めっちゃかっこいい。こんな色ってブルーになるんですね。そうなんです。不思議なぐらいブルーになりますね。本当ですね。これ結構鮮やかなブルーって言いますか、結構ライトブルーみたいな感じで、はいこっちもう完全にインディゴな感じですけど、やっぱり対戦モデルの生地、はいやっぱりコシがある分、このシワですね、ヒゲ、いわゆるヒゲと言われるシワがすごく入りやすいので、で当たるところも落ちやすいというか、当たりが出やすい生地なので、くっきりと入れやすい生地ですね。でデッドストックブルーの生地の色落ちの特徴、酸化を促進させるような物質、はい、さっきお話したそれがやっぱ色落ちしたところが青白く落ちるというよりは、はい、少し黄色が入るような、はいはいはい、少しくすんで落ちるような、はい、汚れてるわけじゃないんですけど、少し薄汚れたようなヴィンテージの雰囲気を再現した色っていうのがデッドストックブルーのこの色ですね。これはすごい。なんかもう話聞いててワクワクしちゃいますもん。ありがとうございます。ちょっと高鳴ってますね、僕。本当ですか？はい、本当に自分色にどう染まっていくんだろうとか、はい、自分色にどう変わっていくんだろうみたいなのが想像するともうちょっとワクワクドキドキしちゃう。そうですね。早くなってほしいな、そうですね、気持ちを持ちながら履いていくと楽しいですよ。これ着て寝る人いるかもしれませんね。いらっしゃいますね。本当にいらっしゃいますよね。いらっしゃいますできるだけ履く時間を長く取りたいっていう方早くこれ少なくないですよ。やっぱりそうなんですね、はい、これ本当にこれ落ちたんですか？これもそうです。特に本当何もせずに、もうこういうふうに印字もやっぱり取れてきてしまったりするので、こういうふうに印字が少しなくなってしまって、色も少し変化して、パーツの変化ですかね、はい、本当カーパッチだけじゃなくリベットだったりボタンだったりの変化も楽しんでもらえると思います。面白い。さっきのピンクのタブ、はい、赤タブでももちろんそうなんですけど、レーヨンを使ってるので、はい、洗濯ってくるっと丸まっていくんですよね。それも、狙ってるっていう？もちろんそうです。これくるっとなるのをくるっと丸まるのもはいやっぱりなかなかレーヨンじゃないとこれはなりにくいので。そうなんですね。この部分ですよね。そうですね、はい、で後ろですもんね、さらに。そうですねなので普通本人も見えないところですね。見えないです。だけどその当時のくるっとした感じを再現されたくて
でもそれはレイヨンでなきゃいけないと。はい、すごいわ。これはもう普通に切れたんですか？そうです。こういうのもいいですよね。いわゆる綿はいで縫ってるので、はい綿糸って言われるもうほんとコットンの糸ですね。はい。まあ、現代のそのポリエステルだったりとかのうん糸に比べると強度は下がるんですけど、綿糸もやっぱり黄色でもオレンジでも色が少し抜けてくんですね。はいはい。ですのでやっぱりそれもデニムも糸も同じようにこう経年変化していく、楽しんでもらうっていうので、あえてもう大戦モデルだとやっぱりもう全て綿糸で縫われてるので同じように綿糸で縫製してます。わざわざそうされてるんですもんね。ああ、ちょっとクラクラします。なんかもうすごいディテールがすごくてああ、これ先ほど見せていただいたドゥニームと悩みますね。ああ、そうですね。どっちが上とかではないので、ですよねまあそれぞれの両立してこうレーベルとして作ってるので。ということは全部必要ってことになりますね。そうですねできればこう全てこう味わってもらった上で、デッドストックルーが好き、デニムが好き、ウェアハウスの方がいいっていうのはもうそこはもうお好みで選んでもらっていいと思います。僕次ちょっとデニムを見させていただいたので、ちょっとデニムジャケットやっぱりちょっと外せないなと思いまして、はい。